はい、始まりました。皆さん、こんにちは。こんばんは。JC ネットチャンネルです。今日の動画の MC を担当します。JC ネット株式会社代表取締役の田井本と申します。今年4月からこの会社を設立して、主に言語教育、貿易事業を行っておりまして、今後、日本国内そして海外のネット通販などを展開する予定です。今日はその言語教育、日本語教育関連の動画を前半と後半の2部構成でお届けします。ぜひ最後までお付き合いください。そして今日はゲストとして私が2年間修士課程でお世話になった早稲田大学大学院日本語教育研究科の活動で知り合った友達のしゆさん来ていただきました。今日ありがとうございます。それでは、自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。中国から参りましたシュウと申します。はい、今日は JC ネットチャンネルからのお誘いをいただいて、とても嬉しいです。はい、私は中国の大学の日本語学科で日本語を専攻し、途中大学3年生の時、早稲田大学で1年間の交換留学をしていました。はい、日本語を勉強し始めた時から日本語をペラペラに話せるのがとても憧れています。はい、今日お話しした内容が皆さんにお役に立てたら嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私はもう、来日10年目で、しゆさんも、日本語学習歴が長いので、今回その第1回目は、私たち2人でお互いの日本語学習歴を振り返りながら、今、日本語の基礎知識があっても会話するのをちょっと苦労している日本語学習者に、私たちなりのアドバイスをここで共有したいと思います。今日、話した内容はあくまで、私たちの、日本語学習経験からまとめた内容で、もちろん皆さんから、もしいい会話の練習法があれば、コメント欄に書き込んでください。よろしくお願いいたします。前半部分は、こちらです。日本語を話せるための聞くと見るについてです。結論から言うと、日本語の番組や動画、あと漫画などを見ることがおすすめです。ただし、見るだけではなく、その人の話し方を真似したり、文、あとセリフですね、をそのまま使って練習してもいいです。それについてしゆさんはどう感じますか？はい、そうですね、日本語のテレビ番組や動画などが、日本語を勉強するのにとてもいい参考資料だと思います。なぜならそれを通じて、日本人の話し方を直接に感じることができて、それが自分が何度も再生できるじゃないですか。そうですね。それがとても助かると思います。そうですね。その動画と、あとテレビ番組を見るときにどこを注目しますか？私は特に音声に注目しますね。それが間違ったら通じられないかもしれないので、そうですね。音声がとても大事だなと感じます。大学の授業では、先生がよく単語のアクセントや文のイントネーションをチェックしてくださいました。時には覚えようとしても間違ってしまうことがあって、そして、中国語にはない発音が難しいので、動画を見ながら自然な日本語によく触れることで、自分の印象が深まると思います。そして見るだけではなく、私はよく声を出して、日本人の方の発音を真似したりします。それで自分の発音を聞くことができて、練習の効果がいいと思います。そうですね。私も、日本人の方の発音をよく真似して練習しますが、それよりは、よく番組の中のその MC とか、あと司会者のその話す文、あとよく使われるその単語と単語の組み合わせとか、
あと、話す内容にも注目しますね。なぜなら、聞いた文の中にすでにその単語と文型などの要素が入っているので、話す内容、話す練習をするとき、一から考えなくてもいいです。文が流暢に話せるようになったら、後で単語の意味を自分は、その後で単語の意味を調べますね。それもいいと思います。振り返ってみると、例えば初級日本語には、てくるという文法がありますよね。そうですね。それを勉強していたときは、どうしても理解できなくて苦労していました。でもある日、考えていきましょうという文を聞いて、その意味もその場面に合わせて理解できましたし、その用語を、すぐ覚えました。なので表現を全部セットで身につけば、話すときに考える時間が短くなって、文を話すときは流暢になりますし、そしたら自分もいますね。そうですね。あとはその単語の、組み合わせも結構大事ですね。自分のその母語、中国語で考えると、文法は正しいが、そもそも日本人の方はそういう言い方はしませんので、間違ってしまいますね。例えばよく言われるその定番のその薬を飲むとか、あと辞書を引くの2つですが、それぞれ中国語と英語で考えてしまうと、薬を食べる。薬を食べるね。その中国語では吃药と、もちろん中国語ではその薬のその形態、液体のものをその薬を飲むのが言いますけど、その薬を食べるのがよく言うかな。薬を食べる。そうですね。薬を食べるね。中国語では吃药って言います。あとは辞書を読むとか、英語だと read dictionary になってしまうので、文法的には全部正しいですが、そもそもの言わない、あと使わないので、それは間違いですね。でも、文ごとに練習することで、そういう組み合わせの間違いも少なくなると思いますね。それ間違いやすいですね。そうですね。最初、私も単語を一つ一つ翻訳してから、自ら組み合わせしたりしてました。でも結局日本語っぽくなかったですね。なので、普段からその組み合わせに、気をつけるのが、大事だと思います。あと話す内容、あるいは、話の種も普段から少しずつ積み重ねてみるのもいいなと感じます。今は例えば化粧やコーディネートについて話してくださいって言われたら、多分話せる内容が多いと思うのですが、でも普段あんまり見ないスポーツ番組などでは多分黙っちゃうと思います。そうですね。私は逆に自分の趣味の特撮ヒーローとか、あとバスケットボール関連のことについて、たくさん話せますが、もし化粧品とか、ファッションについて、タイさん話してくださいって言われても、絶対何も言えないと思いますね。それについて詳しくないから。要するに知識や情報を得ることで会話のネタにもなって、日本語が話せるように見えます。逆に知識とか内容がないと、日本語上手な人も下手に見えますね。今後もし話せるネタを増やすために化粧品とかファッションについて勉強するかもしれない。そうですね。私も勉強していきます。じゃあそれでは、前半の内容はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。後半もぜひご覧ください。
この動画で参考になった方は、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。SNS 情報も概要欄に貼っておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いいたします。JC ネットチャンネルでした。